どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。ですね、前回の続きですね。このサマンの町だっけな。前回新しく着いたと思うんですけど、そこでいろいろ話しかけて、この町の様子も知りつつ、なんかちょっと不気味な感じになってますね。なんか魔導力が、なんか暴走っていうの、なんか人々に取り付いてたり、こういうね、機械にも取り付いてたりしてるんだっけ。なんかこういうね、いう感じで、いろいろ集中物取りながらいろいろ聞いたりして、この街の様子もう分かりましたね。それでね、この先に行った後ね、船に、乗って、この原因を調べるっていうね、本来のね、目的じゃないんだけど、と思ってるんだよね。でも乗りかかった船みたいな感じでね、みんなこの町の人も困ってるし、行こうかっていう感じでね、クックの強力なサポートもあり、行くことになった。ヤンセンはちょっとね、あんまり行く気しないみたいでしたけど、で船にいよいよ乗り込もうって時に、ちょっと長くなりそうだから時間も来たんで終わらせていただきましたね。でね、もう一回ここをよく回ってみましたそしたらね、このメインストリートっていう場所なんだけど、このね、まさにこの道沿い、こう全然撮れてなくってさ、撮ったのもあるんだけど、3つぐらい撮り逃してましたね。家の中はね、もう多分大体撮ったと思う。何回見てもないんで、前回ね、いろいろ入った部屋、酒場、人の家、宿屋、いろいろとうとうね、それは大丈夫だと思うんだけど、例えばさ、こういうとこにあったわけよ。ちょっと今パッて思い出せないけど、こういうとこもそうかな。今探るって出てないけど、ああいう壺とかね、っていう感じ。あとね、これもね、なんか後であるんでしょうね。前回見たやつね。それからね、もう一つね、びっくりしたのがこいつなんだよ。こいつ、これ何なのと思って、よく見たらさ、鳥、カラスみたいな、カラスなんだっけな。で、何こいつと思って。でこのゲームほら話すとか出ないじゃん、こういう風に出ないでしょ。だからパート1とかパート2ぐらいまで全然話しかけなかったんだけど、分かんなかったから。でこれもさ、さっきの猫とかみたいにちょっとこうやって押してみたんだよ。そしたら、あ、カラスかまたカモが寄ってきたねってわけよ。で、何これと思ってね、どれでも50ゴールド何か買っていくかってわけよ。でこれ買い物しますかってなると、これね、あれこれそれどれってこれあるんだけど、なんかね、いろんなものもらえんのでね、ちょっと今もうやんないけど、ちょっと取ってあるんで、例えばね、例えばこういうの、これね、マナハーブってね、ここ50なんだけど、マナハーブだったかな。なんかね、とにかくね、店で買うより安かった。それから、これね、ヒール薬ね、これね、マナハーブでヒール薬ももらえるんだけど、これはね、買った方がここで買う方が全然高いかな。でね、なんかちょっと確率っていうか、いろいろあって、このヒール薬はね、一番出る。だから一番外れっていう感じだね。外れくじっていう感じだね。でね、何いっぱい出るんだろうと思って何回も何回もやってたんだけど、そしたらね、こういうのもね、こういうのもまだ売ってないよ。見たこともないからいいなと思ってさ。それは金に限りがあるからね、ずっと買い続けることはできないんだけど、でね、これね、ちょっとね、何回もずっと、データ戻ったりしてたのよ。金がもったいないから。でね、どこまでできるんだろうと思っていろいろやってたんだけど、ヒール薬ね、軍が一番確率が高くて何回もヒール薬出ちゃうんだけど、ヒール薬が99まで行った時にこういうことになるの。だから金の節約のためにまずヒール薬を道具屋で99個まで買って、それからこれで挑めばいいと思
そうすればこういうことになるから。そしたら少なくとも選択肢のうちの一つのヒール薬っていうのはもうこれで外れるからさ。でこうやって金返してくれんだよ。それでね、まあこれでしょ。それからこれね、これも買えんのよ。まあ未だ使ったことないんだけど、万能薬もソウルメディシンもね、これ MP、HP 両方とも回復できるやつだったっけな。でね、まあこれちょっと動画撮っといたからよ。でまあほらね、まあこういうことはなわけよ。まあね、こうやってヒール薬ね。でもほらヒール薬ばっか出るわけよ。まあこういうことね。まあマナハーブね。でまだこれヒール薬。でこうヒール薬とヒール薬っていうの？わかんないけど。でこうやっていくんだけど、これが出たの。何これと思って、覚醒の腕輪ってやつでね、これはスクショの方か。でね、何も買わないんか。じゃあいいえしてね。人間なのにカマトはこれイカそんじゃまたこの辺ってどうやって翻訳するのかね。これね、凄まじいのよ。そっか、誰かつけてんだっけ。ちょっと待って。なんてやつだっけ。覚醒のなんとかだっけ。誰かつけ、何そんな上の方に行くの？覚醒のなんとかってどこにある？ちょっと待て。嘘だろおい。ちょっと待てよ。ちょっと待て。絶対まさか捨てるとかないよな。ちょっと待って、その説明がしたいだけなのに。違うよな。これか、ごめんなさい。これさ、すごくない？こんなのあるんだと思って。でさ、バカだからさ、まあこういうこと考えたわけ。もしかしてさ、まあこれはね、おそらくね、超確率が低いと思うんだ。さっきのカラスね。だから運よく出た方だよ。でも4、50回ぐらいやったのかな。何が出るんだろうと思って。だいたい4種類。さっきの見せたやつ、マナハーブとか、あれ以外は一切出なかったね。だからもっといいのがあるのか知らないよ。知らないけど、バカだからさ、こう考えたの。これさ、何個ももらえるのかなと思ったけど、しばらくやってみたけどダメだったね。ダメだった。A ボタン連打したりしてずっとやってたんだけど出なかったね。まあそりゃそうだよね。ただ出るかどうかは知りませんが、私は出なかった。まあね、要するに SP 稼ぎして他のやつにつければいいんですけど、これは大変じゃん。だから3つぐらいもらえたらなと思ったんだけど、まあもらえなかったね。だからしょうがないから1人につけて、20分の20になったら次のやつに渡して、例えばこいつに渡すとか、それでやってました。そうするとね、いやスロットナッツと同じことだよね。まだ1回もスロットナッツも使ったことないんだけど、だからこういう風になったわけ。だから今まで3個だったじゃん。だけどこのスロット3ってやつを入れなきゃいけないの。だから実質2増えるっていうことだよね。だからここで1個結局取られてるんで、あくまでもこれをつけるかこっちにつけるか、これか、ごめんなさい、これにつけるか、っていう感じだよね。そうすればここまともに3つ開くけど、3つじゃなく3つ開くのか、3つ開くけど、まあ6個になったってこと。要するに初期だと3でしょ。ゲーム開始からさ、スロットのやつ使わなければ。だからここにスロットプラス3って今の素晴らしいアクセサリー、それをつけちゃうと2しか増えないってことだよね。
からこっちにつけた方がいいかもしれない、いいかもしれないね。たださ、強敵とかでやるときにここもなかなか貴重だからね。まあこっちも貴重だけど、この枠もまあそんなのももらったんですよ。と思って。それとね、もう一つね、ここね、あ、違ったかな、違ったな、ここね、ここね、こいつ、でね、今まで鳥のこぼしてるのか知らないよ。で、ここで集めたの、前回動画でここ来たけどさ、見返してたらさ、これ47だったんだよ、まだね、ここに来た時は。つまりさ、13個集めてたんだね、どっかの時点、もう忘れちゃったけど、どこで一回これをやってたのか。とにかく今60なんだけど、60だからか知らないよ。60だからか知らないけど、これがもらえました。ごめん、これ、違う、どこだっけ、またわかんないよ。これ、これもまあ物理攻撃やる分にはいいよね。まあこんなのもらいましたよっていうのが発見があったりとかっていう感じ。まあ一応これね、木の実が13だったんだよね。ここ一通り回ってね、13になったの。ここで13個もらえるわけじゃないよ、この町でね。どっかの時点で交換してから13個になってるんだけど、じゃあ何だろうと思ってセーブ一応取っといて、13個あげたの全部ね。全部も何も選べないんだね、全部あげちゃうんだね、勝手に。でこれがもらえたと。でなんだろうっていう感じね。でなんだろうって見たら今の物理攻撃だっけ、上がるっていう感じ。と思って、まあ役立つでしょう。ここにもお人形さんいんのね。それでね、まあそんなことがありましたのと、それからさ、ほらアイスキャニオンってとこあったじゃん。そこ裏でちょっと行ってみようって言ってたの、ちょっと行ってみましたんで、こういうとこでね、結局行けなかった。トスカ村のローマ同士の館みたいになんかしないといけないみたい。いきなり行っちゃうと。一応取っといた。だってもう二度と聞けないでしょ。このバージョンは、このやり取りね。なんか向こうに洞窟が見えるけど寒いし暗いし危なそうだし、これ誰やってんの、ククか。それに見てよ、あれ氷の柱で塞がっちゃってて、ここから中に入れないんじゃないかな、なんていうのがあったと。まあ良かったよね。鳥海流に最初行った時みたいに、っていう感じかな。さてでね、あともう一つ、謝らなければならないことが、謝らなければならないというか、ここちょっとね覗いちゃったのよ。ムービーは全スキップしたんだけど、そしたらさ、いきなり戦いが始まっちゃってだってさ、ちょっと覗こうと思っただけなの。どうなってんのかなって。やめればよかったな、やめればよかったな。だって初見っていう風にしてんだからさね、やめればよかったよ。これをさ、つい好奇心に駆られてさノールを押しちゃったの。すいません。でね、あるやつと戦わなきゃいけなくなっちゃったの。だからね、まあ戦います。ごめんなさい、初見じゃなくなっちゃった、そこはね。でもちろん戦った後はもうすぐ切ったんでね。で戦う前はムービーみたいのが入ってるから全スキップで、それはだから見てない。それはもう間違いないんだけど、っていう感じ。
いやいや、もう絶対やんない。もうやだ。なんで押しちゃうんだろう。だってほら、わかるでしょ。ちょっと押してみたかったんだよ、どうなるか。でね、まあ結局はね、結論から言えば、まあメチャーはある程度強いやつなんでね、またグダグダになって、どうにかなってしまうのでね、だから結果的にはまあ今からやりますけど、ね、いいんじゃないのかなって、裏でやってた方がね、スムーズにいくよね。まあそれはそうだよね。でね、まあ行こうか、行ってから説明するか。なんかいろいろいじっちゃったかな。なんかいろいろいじっちゃったかな。ちょっとまあ覚えてないんだけど、まあ行こう。まああれだったらデータ戻ろう、カットしながらね、裏でね、裏でっていうか編集で。まあとにかくこの船に乗るところからっていうことですね、今回はね。それはつながってます。でこういう風にしてスキップしてました。この船を上から見る映像はもちろん見ちゃいましたけどね。あの屋根がついてんの。屋根っていうかなんか、なんだ今の。君やりな。囲まれた。なんかいた。なんだお前ら、おい呼んでねえぞ。なんだこいつら。な、おいみんな引かそうでもう帰ろうって。異変の中心に乗りこもってんだから、これぐらいの歓迎がなきゃ盛り上がらないでしょ。さすがキャプテン、海の友達だね。でもそんな感じじゃないみたいで。すっかりキャプテンか。それでまあこいつらでやるんだけど、それでうわ、上がってきやがったよ。そういうことだったんだ。まあとにかく違反を調査しに行くっていうね。専用バランでも帰っていただけますか。迎え撃つぞ。なんだって、ヤンセンどうなってほしいやね。ヤンセンの場合さ、字幕出ないんだよな、時々。無理しちゃダメ。ということでこれをやっちゃいました。やんないっていうのもあったんですよ。もちろんね、これが始まったら始まったでね、やんなくてもよかったんです。でもね、結局グダグダになっちゃうから、まあやっちゃおうと思って、次から気をつければいいやと思ってね、しちゃいました。でね、メンバーはね、このメンバーで行きます。それは何かっていうと、別にあれです。本当は、セスと、カイムがいた方がいいんだけど、全然ね、特に最初は戦い方わかんないから、いいんだけど、こうなんていうの、前にも言ったけど平均的に上げていきたいのよ、レベルをね。そのためにこういうメンバーに、したっていうだけです。まあ一部ね、サラは高いんでレベルがちょっとね下げたいんだけど、まあちょっといろんな戦略があってこうにしました。それでね、それをねちょっと取っておきました。まずね、まあこれちょっと早くやっちゃったんだ不活でした。けど、でこうまあなるでしょ。まあ今の場面ね、これね、まあちょっと通しで見てもらうか。まずね、こいつらの火ダメはね、なかなかね、とんでもないですよ。だから最初はバンバン死んじゃいましたね。今ガードしててあれですからね。でね、今回のポイントは、このストーン、これね、まずね、裏でやってる時もそうなんだけど、まずね、このゲームね、今までボス戦 3,4 回やったけど、そのいずれもね、錠剤以上は全く効きません。何回もやったけど多分ね。でこれもね、ボス戦なのか知らないよ。でほら
暗黒洞窟に入っていきなりだからこの船みたいなもんよ、いきなり戦いが始まったでしょ、こういう風に、今回みたいに。であいつらはさ、いろいろ状態異常他にも聞いたんだけど、まあそれみたいなもんかな。こいつね、ボス戦だとするならば初めてかもしんない。状態異常がね1個だけ聞いた。それ何かっていうとストーン。まず最初に確認するんですよ、何聞くかっていうので。このゲームそれで最初絶望してたの。何かっていうと、例えば FF でも何でもいいんだけど、普通1個ぐらい抜け穴があるじゃん。でそれに基づいて戦術っていうかね、戦略っていうか立てていくんだけど、私の場合ね、このゲームってさ、ボス戦だと全く効かないのね、状態異常が。でそれでちょっと絶望してたんだけど、こいつはね1個だけ効くんだよ。でね、最初ね、いろいろやってる時に、もう Mac からクックまで、例えばこの順番で言えば、それぞれに今できうる状態異常よ。だからスリープ、パラーライズだっけ、それからカースとか、それからポイズン、それからストーン、まあそんなもんだっけ。あと1個ぐらいなんかあったな。なんとかっていうのをいろいろやってたのよ。でもどれも効かないんだけど、ストーンは効くんです。雑魚にもこの奥のやつにも。だからそれに基づいて戦略を立てましたということで、ストーン2回やればね、次のターンで死ぬので、ただね本当に気をつけなきゃいけないのは、今4体出てますけど、必ずカウンターが入ります、物理攻撃の。でね、こいつらね、手前のやつもてか今はボスなんだけどね、麻痺と毒やってきますザコもやってきたかな。だから麻痺と毒は絶対つけとかなきゃダメ。とんでもないことになってしまうので毒はまあいいよ、結局はね。ワンターンでこれ倒せるのでいいんですけどね。でもほら最初は何ターンもかけてやってたからっていうことです。だからね、今4体いるでしょ。でね、全部で8だから、1234、567、8ぐらい攻撃を必ず受けるんですよ。必ず受けるんです。最初にこうバーンって退治始まった時にまず4人の攻撃を受けます。それで4回でしょ、攻撃で。それに麻痺とか毒とかついてるから、でストーンをかけても反撃してくる。ボスね、ボスにストーンをかけてるの話ですけど、でボスにストーンかけるでしょ。そうするとね、奥のやつの話だけどそうするとまたカウンター飛んでくる。それで5回目、それでもう1回ストーンかけるから、で6回目、それが今度ね、ゼグランド、あいつら水なんであいつら水なので、土なんでね、弱点がね。だから土でゼグランドで一掃するんですけど、そうするとまた反撃が来るっていう感じで、7回8回必ず来るので、集中攻撃されると、たまたま皿ばっかに来るとか、そうするともうとてもじゃないけどダメです。死んでしまいますっていう感じの敵。それからね、ついこの前やったボス、暗黒洞窟のボス、今さっきの話してるのは暗黒洞窟に入ったばっかりでいきなりこういう風に戦ったって言ってましたけど、そうじゃなくて暗黒洞窟の奥の方に入ってったボスね。あいつらさ、ラフイーターだっけ、ラフクイーンか、あいつもさ逃げたじゃん。でね、こいつも逃げちゃうの。だからねあいつに攻撃すると逃げちゃうのよ。なので非常に厳しい戦いなんです。でね、別に逃げたっていいんだけど、逃げても終わるんだけど、他のやつ倒せば。だけどやつはいろいろ持ってるのでね、勝った後気づいたんだけど、バカ野郎。じゃあもう一回見ましょうか。
まずやることないんで、でした。マックは防御、それからサラはゼグランド、ゼグランドね。それからストーン、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 それから栄養補助、こいつね。さらに栄養補助、さらじゃないと次のターンになってしまうんで、それでね、初めてね、いろいろね、まあ、前回のああいうボス、前回っていうか暗黒洞窟の時のあの時もいろいろまあいろいろ分かってね、勉強になりましたけど、今回はねまたいろいろ勉強になりましたね。まずね、精神安定をつけてないと絶対ダメだね。なぜかっていうと、今サラが1でしょ。だから次のターンってことね。だけど今これクックが栄唱補助かけてくれるから、何このターンでやってくれるんだけど、例えばね、クックでもいいよ、誰でもいいんだけど、ビン、それからヤンセン、そこにね2回攻撃食らうと次のターンに回されちゃうんですよ。だから1ってなっちゃうんです、左下。そこら辺も辛い。でそれを防ぐには精神安定ですね。精神安定のスキルかアクセサリーを組んでおかないと絶対ダメです。で、だから集中攻撃されたらやり直した方がいいかもしれない。めんどくさいけどね、めんどくさいけど、メインストリートの最初のセーブポイントからまた入って、で船までたどり着いて、でスキップしたりしてってめんどくさいんだけど、まあそれした方がいいです。ガタガタになっちゃうんで、そうしないと次のターン回しにされちゃいます。だから栄唱補助がないときつい、絶対に。それでも、集中攻撃食らうと、まあ集中攻撃はそんなないけど、集中攻撃食らうとそれでも次のターン回しにされちゃうので、その辺は絶対入れとかなきゃなんないですね。今ちょっともうこれ戦いに入っちゃってるから、今これクリップだけどね、戦いに入っちゃってるから今スキルのどういう風にセットしたかお見せできないですけど、後で見せますが、っていう感じね。なんだっけ、でこれをサラを引っ張り出して、でこれでまた必ずカウンターが飛んでくるので、こうね、こういうことですよ。でこれもカウンターが飛んでくる、ストーンだろうが何だろうが飛んでくる。でここで麻痺とかなんとかされちゃうので、まあワンタンだからいいですけど、で手前のやつはね700ぐらいだったかな、700以下かな。で石化になって勝つと。でね、奥のやつは3000超えてますよ HP だからまともに戦うのはちょっと辛いね。あ、違う。とにかくボスを倒さないと、今ちょっとごめんなさい、押して今過ぎちゃったんだけど、ドロップアイテム、っていうかねがもらえないので、初めて見るやつがあったな。ちょっと後でまた見せますけどね、なんだ、見せますけど、それがもらえるんで、やっぱりボスも倒すっていうことにしたいですね。それしなくても戦いは終わる。逃げちゃうのよ、やつに攻撃すると。やつに攻撃すると逃げてしまうのでっていうこと。じゃあ今ちょっとやってみようか。例えばさ、今これ始まったばっかね。例えばさ、これでも逃げちゃいます。でね、例えばね、これ今挑発、でも逃げちゃうから挑発やるんだけどゼグランドでさ、さっきさ奥のやつ以外さ、こいつ以外ね全部吹っ飛ばしたじゃないですか、こいつら、この3体。そうするとこいつだけになるよね。でもそこでもたもたしてると、こいつは規制っていう技、規制を上げるの規制ね、声ね。
規制っていう、まあ、規制を上げるでもいいか規制っていう技使って3体がまた現れちゃうんです、だから暗黒洞窟のボスみたいなもんだよ、あれの超強力バージョンみたいなやつは1体しか呼ばないけど、こいつは3体呼んでしまいます。そして呼んでこいつはどうするのって言ったら、呼んだ後逃げるんですよなんてやつみたいな、普通に逃げるんだったらいいけど、呼んで逃げるっていうね、ことなんですよね。じゃあ例えばね、まあこれもう失敗だから、まあちょっとカットしますけど、この後ね、でこうやってね、トーンをこう、こいつにかけて2回ね、でこれをまあサラにする、じゃないとサラが来ないから、本ターンに。今のも分かりませんよ、防いでるけど、麻痺とか毒とか、でこういうことね、ストーンね、でこう来ると、僕が相手だ。これで逃げちゃうかな。あ、逃げなかった。あ、まあ必ず逃げるわけじゃない。あ、マークやばいね。まあこれはもう失敗だけど、あ、でも勝ってたかな、勝ってたか。そっか、逃げるのを見せたかったから、勝てちゃったから、あ、勝てちゃったか。仲間がいるもの負けないんだ。とにかく逃げるってこと。これね、このさ、海中の胃袋っていうのさ、やつなんだよ。最後のやつね。マンタラス。で、ヤスリの外皮っていうの、これは手前の3個なんでしょうね。っていうことなんですよ。でね、こいつならちょっと挑戦してみようかなって思ったことがあって、それ何かっていうと、ノーダメです。ノーダメ挑戦しました。でノーダメはね、ちょっとポイントがいろいろあって、まあこれはねちょっとお見せするっていうかね、ちょっとね貝本セスっていうかいないときつい。まあやり方は一緒です。ただね気をつけるポイントがいろいろありますが、運任せなのね。でね、ノーダメのポイントはね、少しでもやつが逃げないようにするのと、ノーダメのポイントは、まあ、他にもいっぱいあって、まあ、ちょっとね言わないです今回。もしなんか要望があればね、また次の機会に言ってもいいですけど、長くなっちゃうんで言わないですけど、まあ一つ言えば、じゃあ2つ言おうか。一つはね、まず必ずサラを最後にしたい。できればね。さっきね、あれ逃げないなって言ってたけど、そういうこともあるのでね、サラを最後にしたいんです。ちょっと今いろいろ理由を言いませんけど、とにかくサラを最後にするには、相手の攻撃を食らわないようにしなきゃいけないんですよ。セスとカイムがたった1回でも、これね、精神安定1っていうのをスキル組んでますけど、スキルセットしてますが、たった1回でもそれを組んでても入れたら、サラの後ろになってしまいます。そうすると、ノーダメっていうかね、もうちょっとね、全然もうダメなんですよ。とにかくサラを最後にしないといけない。するためにはその前に攻撃を食らわないようにしなければならないっていう感じなんですよ。ちょっとねパパパって言っちゃいましたけど、とにかくそういうことなんですよ。でこれまた飛んでくる。だからもうこれねかなりきついんだよ、もうダメで、これでまた飛んできますからね。カウンターがね、
どこでもまた防がなきゃいけない、ということですね。これでノーダメージ。仲間がいるもの負けないわ。でねちょっとこれちょっとうるさいからもう一つね2つのうち1つがさっきのね順番ねでもう一つはねカウンターっていうのをね入れた方がいい。なんていうの武器ガードを入れてるんだけどスキルねでねカウンターっていうのも入れといた方がいい。カウンターっていうのも皆無とだから前衛にはね入れといた方がいい。少しでもね相手を攻撃を防ぐ手段を増やすっていう意味でカウンター精神安定まあ毒とか麻痺はまあいいけどかかっちゃってもねでも最初に食らうとダメかだから組まなきゃダメですね。まあ毒はいいよもうどうせねよくないやノーダメだからごめんなさいそれも絶対組まなきゃダメだね。カウンターも組みつつ少しでもなんていうの武器ガードを入れることによっても防げるだろうしガードってやつ、それから、カウンター、それでも少しは発動ダブルで少しは確率が上がるんじゃないっていう意味で、そういうふうにしてます。で HP が多いから皆無とかセスなんじゃないんですよ。スキルセットだとかいろいろなことがほらできるでしょ、不死者だとそういった意味で入れてます。HP は別に関係ないですけどねノーダメだし、別に HP が1だっていいわけですよノーダメ狙おうと思えばね、ただ組めないのでっていうことですさっきのメンバーだと、っていうこのメンバーじゃないとねできるだけほらそのノーダメの確率を上げるにはっていう意味ですね。他にもいくつかポイントありますがまあとにかくそういう感じで成功しました。でここに書いてあるんだけどテイク72ってさ72回やってやっと出たよこんなバカなこともやってます。どうせなら楽しみましょうっていうことなだけです。でねこれ何かっていうのがあるんだけどこれねこれ何かっていうのがあるんだけどこれはねちょっとねこのノーダメが全然できなかった時に1回だけワンミスだけのがあったんでちょっと取ってみたっていうだけです。惜しかったんだよ1回だけ食らっちゃってさもう泣きそうになったよ。でこっからこっち長い道のりだったよ1回か2回ぐらい出たかなワンミスは。でもノーダメやっぱ出なくてさ泣きそうになったけどなんとか出たっていう感じかな。これは別にどうでもいいです。これとこれ一緒だしほぼね。というわけで今のノーダメのメンバーじゃないもちろんこのデータでいきますけどね、こっちのがいいのでね。後で装備はお見せしましょう。ここは見てないよ。一段落したところで相談なんだけどさここらで引かしてもよくねえか。いや絶対その方がいいって。情けないね本番はこれからだってのに。ええこの先にはっきり感じるわ魔導力の源を暗黒の洞窟に住む者たちが目覚めた力。光が来る。何回か前の動画のことですね。暗黒洞窟ねそういうふうに言ってましたね。なんか凶暴化しちゃってるんでね。グランドスタッフの時もそうだったよね。なんだって嘘だろ。ここに来てこれかよ。装備お見せできないアネーラ。じゃあこれセスのなんか後編とかやつ前編っていうの読んだね。アネーラあんたは私を恨んでいるだろう。それとも気高さで知られた白い羽の
あ、これ読めないぞまた。何度家族の末裔として誰かを恨むような、ひねたっていうのかな、感情を持ち合わせていないのだろうか。優しいあんたのことだ。私を許して、私のやったことを受け入れて、そして孤独の牢獄に再び囚われてしまった私を憐れんでくれているのかもしれない。これさ、ちょっと思い出せる限り言えば、いろいろね、海賊で暴れ回ってる時に、自分は不死者じゃん。で暴れ回ってたわけ。でいつも通り暴れ回ってる時に、いやー、敵も去るものだよな、不死者を殺せないわけよね。他のね海賊がね、このセス側の海賊をね、セスも含めて、そしたらさ、敵も去るものだよな、殺せないんであれば閉じ込めようってわけ。いい手だよなそれはちょっと思いつかなかったよどっか絶対ね、牢獄っていうの、牢屋じゃないんだけど、牢屋に見立ててるようなところ、洞窟みたいなところに閉じ込めちゃったんだよね。そしたらさ、なんていうの、不死者っていうことによってかえって辛いのよ。その閉じ込められるってことに関しては。だって死ねないんだもんね。死ねないし、ずっと孤独だしっていう。だからかえって辛いわけ。もちろんそれね、やったやつら側はね、それを知ってるわけよ。だからせいぜい苦しめみたいな感じで、セスを閉じ込めたままね、ピューってその島を後にしてどっか行っちゃったわけよ。だからね、どれぐらいでかい島か知らないけど、とにかく一人囚われてしまったんじゃなかったっけ、確かね。そしたらこのなんとか族って鳥なんだけど、そのアネーラっていう喋れるさやつがいるんだけど、なんかいるみたいなのよ、どうやらね。それがね、いろいろこうなんやかんや話してて、で助けてくれたんだよね。その牢屋からね、牢屋っていうの、縛られてる状態から助けてくれたのでね。このアネーラっていうのはそのなんとか族、そのなんかちょっとどういう鳥のやつらだっけ、さすがにちょっと前だか覚えてないけどのね、残り1匹なのよ。だからどっちも孤独なんだよね。それで共通のなんていうのかな、あんたも私もみたいな、同じ穴の無地なんじゃないけどちょっと共感するところがあってっていう。で以来900年ずっと同じ暴れ回ってたみたいなんだよね、海賊でね。だからこっちの世界に来て、セスたちね、ご一行様ね、だからカイムとかね、それもいずれどういう形で来ることになって、どういう世界からこの世界にやってきたのかっていうのも後で知ることができるんでしょうけどね。100年後にこのアネーラの事件が起きたわけよ。この囚われてしまったっていう事件が起きてるわけよ。で900年アネーラっていうのと一緒にいたんだけど、1000年ぐらいなの、この鳥の寿命っていうのが。だから死んでしまったんだよね。そう言ってないんだけど、どうやらそうらしいのよ。じゃあなんで今アネーラっていうのと一緒にいないのって思いながら、前回っていうかこれ読んでたけど、どうやらそうらしいんだよね。で900年経って死んじゃったみたいなのよ。っていうのを最初にこのゲームで船のエンジンっていうのかな、船でもいいんだけどを手に入れた時に思い出して、これが始まったわけよ、1000年の、記憶がね。でまたここで思い出してると言ったことね。だから仲間になってからのこれアネーラね。レンでくれているかもしれない。でもその死んだ後の話かな、これは。でもアネーラ、優しいあんたに一つだけワンワン言わせてもらうよ。恨んで、私を永遠に恨んでいて、あんたが恨んでいると思っていれば、私はいつまでもあんたとつながっていられる。あんたが私を許していないんだと思っていれば、その胸の痛みで私はあんたのことを身近に感じていられる。どういう内容だったかな。読んどけばよかったな、これが知ってたら。くどい言い方だと笑う。じゃあ素直に言うよ。寂しい。寂しいんだ。なんだ今の。永遠の孤独が怖いんだ。アネーラ、あんたはこの手
あんたはこの手にかけて殺してしまったから、あんたを1000年の寿命でその出会った時に100年経ってて900年後に行って、まあとにかく寿命で死んだんじゃないの？そうなの？なんで手にかける必要があるんだろう。ああ、だったらさっきの言葉はずっと言ってたのが分かる気がするよ。それは悲しいな。私たちが出会って、これね、ほらすでに900年という年月が流れていた。私は人並みに亭主を持ち、もっと人並みの息子もできた。そうなの？また一つ謎がとかいうか新しいことが分かったぞ。セドだって、セドって言ってた。最初にこれ読んだ時に、最初に船なんかの時に、だから最初セドって言ってたから、そのアネーラ鳥のことだと思ったんだよ。そしたらあれアネーラとか呼んでるから、あれと思ってたんだけどって言ったと思うんだけど、セドって亭主、亭主じゃない、セドと息子を息子の名前ちょっと待てよ。セドと息子を名付けてくれた。亭主の名前か。旦那さん流行り病だって。であっけなく言っちゃったんだって。さすがに亭主を見とった時には死ねない自分の運命を呪ったものさ。まあこれはカイムをよく知ってるさ。まあサラじゃないけどね、相手はね。でも何人も奥さんいたんだから、アネーラがそばにいてくれなかったら、とてもじゃないけどまだ幼かったセドを育て上げる気力は湧いてこなかったはずだ。ちょっと待てよ。すごい昔から知ってて、子供の頃から知っててで結婚しちゃったんだ。よくそういう感情になれるな。まあいいか。まあいいか。でもアネーラは言ってくれた。まあいろいろこのうんぬんかんぬんはアネーラは知ってるんだね。じゃあね、まだ生きてたんだね。アネーラは言ってくれた。子供が生まれる、子供が育つ、それに勝る幸せはないんだ。ついえてしまった白い羽のなんとか族、ごめんなさい読めないや。最後の生き残り。そうこれね、ほら、あんたらしい一言だった。そしてあんたはこんなことも言ってくれた。大丈夫だセス、お前は一人ぼっちじゃない。お前にはセドがいる。セドがいる限りお前は決して一人ぼっち。あれちょっとやだな。じゃあなんで今セドといないの？そうだよねと目に涙を浮かべてうなずく私に、あんたは少し照れくさそうに続けた。セドのことは俺に任せろ。俺がこの子をちゃんと一人前の海の男に鍛えてやる。この子の命を脅かすような奴らがいたら俺がこの身をかけて守る。なんだって？お前にはセドがいる。セドがいる限り俺に任せろってこのアネーラのこと？でもなんで今セドといないのかって、そりゃセドより長く生きちゃうからなだけかな。まあカイムのね、今までのいろんなこともうそうだったけど、誰よりも生きちゃうわけだから。セドはもう死んじゃったのかな、寿命で。病気か知らないけど。俺がこの子を守るね。アネーラ、あんた優しい。アネーラが言ったんだよね。本当に私はいつまでも覚えてる。セドと遊んでくれてる時のあんたの屈託のない笑顔。そうかじゃあね、セドのことをアネーラはよく知ってんだね。幼い頃はひ弱だったセドを、ひ弱だったっていうだけでなんかあれだな病気で死んじゃったのかな。セドを心を鬼にして厳しく鍛え上げていったあんたが、泣き疲れて眠ったセドの寝顔を見つめる時の漂うもない優しさに満ちた横顔を、
なんでその鳥喋れんのかな、よくわかんないけど、あんたと巡り会えてよかった。私の長い長い果てしない長い人生の中で断言してもいい、あんたは最高の相棒だったんだ。だからねえアネーラ、どうしてあんなことになってしまったんだろう。私には分からない。今でも分からない。これさ、ね、クックとマックっていうか、なんだっけ、忘れちゃったよ、娘、カイムの娘。これさ、900年、そっかそっか、その900年のうちのどの時点かが分かんないか。ごめんなさい、私今言おうとしたのは、ほら、カイムの娘の時みたいに、あれそんな前の話じゃないなみたいな、ことなのかなと思ったけど、そうかそうか、この場合にはどの段階かが分かんないか、全然ね、まだね。これなんだろう、どうしてあのことになってしまったんだろうって、なんだろう。あんたはどう？あんたは自分がなぜあんなどういう意味？自分がなぜあんなことになってしまったのかちゃんと分かっていたの？それを知りたい。もはや知ることが分からないからこそたまらなく知りたい。なんでしょう、なんかやだね。30年前か、いつの30年前か分かんないけどな。私はセドとアネーラに別れを、なんで別れを告げて鏡の塔へ向かった。左上の、私は思い出したんだ、自分がこの世界に来た使命を。私は何をなすためにこの世界にいるのかを。なんだって、じゃあなんでそれを言わないんだ。カイムに会った時に、まだでもちょっとね、どんなやつかも分かんないし言えなかったか。なんだ、お前知ってたの？マジか。30年前っていうのは、もし今の時代から30年前だとしたら、魔導力がちょうどうんぬんかんぬんの時だよね。そしてこの世界で過ごした1000年の記憶は何のためにあるのかを、いろいろ分かるってくるね。ちょっと最後の文がいまいち読み取れなかったな。私は自由をこよなく愛する海賊だった。法律が権力に縛られることなく大海原を我が物として暴れ回ることが何よりも楽しかった。でもどうしてこんなにも自由に惹かれるのか、自分ではよく分からなかった。あの時初めて知った。自由になりたいと思う心の奥底には自由になれない苦しみがあったんだって。なるほどね。そのさっきの牢屋っていうか洞窟っていうかことね、とかいろんなことね。なんでセドと別れを告げて鏡の塔なんだろう。その使命があったから仕方なく行ったんだ。アネーラ、私に初めて孤独の牢獄という言葉を教えてくれたのはあんただ。そっか、なんか言ってたね。そういえば確かにそう、私は孤独の牢獄に囚われていた。でも本当はそれは無人島の洞窟に、そうだよね、洞窟だよね、閉じ込められてたからというだけじゃなかった。私にとってこの世界にいること自体が、なるほど、孤独の牢獄だった。じゃあさ、本当はね、こう来たわけだよ、セスとかセスじゃねえや、カイムとかサラとかと来たんだけど、本当はみんなでその使命を全うするはずなんでしょ、だったんでしょ。でもさ、記憶を失ってうんぬんかんぬんだし、今ほらカイムがどこにいるかも分かんないわけじゃん、この時はね。だからもう探しようもないし、しょうがないから一人でその使命を果たすべく行ったんだ、その鏡の塔なるところに。何をするためっていうのはまだ言ってくれないだろうけどね、このゲームのね本質に関わることだろうから。だから私は鏡の塔へ向かった。元の世界に戻るために。使命を果たすためじゃなくてか。この世界で生きてきた1000年の記憶を糧に、私がいるべき世界へ戻るために。鏡の塔にはあいつがいる。私と共に元の世界に戻るはずの男だって。カイム、あるいはガンガロのことか。それがあいつ。ガンガロのワーナー。
だということは知る由もなかった。鏡の塔の前に立ちはだかって不敵に不遜にっていうのかな、笑うガンガラの顔が今も忘れられない。本当に嫌な顔だった。思い出すたびに虫唾が走り、あいつの仕掛けた罠のずるさと怖さを思うと身の毛がよだつ。ガンガラには元の世界に戻る気が、はいはいはい、この世界に大野になろうとしてさまざまな、策謀っていうのかな、まあ計りごとでもいいかをはやり巡らせ、逆らうものや邪魔になるものはことごとく抹殺してきた。私のこともそう、そうなんだよね。ガンガラはさ、戻ってほしくないんだろうね、さらにね。それはわかるんだけど、2つわからないことがあって、1つはこの世界で王になろうとしてっていうことがわからないじゃないや。1つ分かったこと、これ本当にそうなの？今でもガンガラ。まあ本当は使命があってガンガラも来たんだよね。仲間だったんでしょ、だって多分で、なんかこの世界でいるにつけまあ考えが変わったんだろうね。で世界で王になろうっていうこと、なんだね。じゃあそれ一つ分かったのと、あとね、もう一つ分かんないのは、逆らうものや邪魔になるものはことごとく抹殺してきた、ここなのよ。みんなはみんなには会えてないわけ、どうやら見てるとね。だってそしたらまず仲間を探そうと思うわけだから、まあ記憶もないわけだしね。でね、ガンガラだけはみんなの行方をなぜか知らないけど知ってるのよ。だったらなぜ抹殺しないの？だっていずれ絶対自分の邪魔になるじゃん。一つ思うのは、とにかく凄まじく強いやつらじゃん、サラにしても誰にしても。だから記憶さえなければっていうのかな、自分の意のままに動かせるのであれば、そんなに心強い者はいないわけだよね。カイムもね、セスも。だから生かさず殺さずにしてたのかな。だけど記憶を戻ったら困るっていうんで、変な紫色の玉みたいなのをぶん投げて記憶を消すっていうのを繰り返してきてたわけでしょ。ただほら言うこと聞かせるのは不可能じゃんだって絶対言うことなんか聞くわけないんだから。でも記憶がなければっていうことね、言うことを聞かせられる可能性があるっていうことなんでしょうね。私のこともそう。間違ってたらすいませんね。今現時点での、だとそんな感じかな、私の理解では。ガンガラの野望を知った私はすぐに海岸属性に取って返した。あいつが私をただ待ち構えていたはずがない。あいつだからこそ嫌な予感がした。セド、アネーラ、叫びながら船に乗った。次の瞬間私は息を飲み、嫌な予感が当たってしまったことを知る。だから結局今セスがこういう状態になってるってことは、記憶を取り戻したまま逃げ切ってないっていうことなんでしょうね。甲板にはセドとアネーラがいた。セドは血を流して甲板に倒れていた。そしてアネーラ、私に気づいてゆっくりと振り向いたあんたの目は異様に光っていた。口に何か加えている。食いちぎったなぜなの？食いちぎったセドの片足だった。あら、まあ A ボタン押すよ。多分こういうことだろう。多分だけど、だから殺したのかな。音が消えた。足を食いちぎられたセドは甲板に、よりによって足か。甲板を血の海にしながら懸命に私に声をかけていた。聞こえない。でもセドがアネーラが悪いんじゃな。出た、このパターンなんで英語で私は何か言ったはずだ。どうしたのかとか、なんでこうなっちゃったのとか、落ち着いてねアネーラとか、セドをしっかりしてとか、いやそんなまとまった言葉を出す余裕はなく、ただひたすら絶叫していただけかもしれない。
とにかくお母さん姉らのせいじゃないよみたいなこと言ってたってことかな、さっきの。ちょっと後で見返そう。この姉らが表現したのはじゃあガンガラのせいなのかな。あの野郎。どっちにしても私には私自身の声すら聞こえない。姉らはギラギラと光る目で私を睨みつけていた。あんたはもうあんたじゃなかった。別のびっくりした。別の何者かに取りつかれてしまっていた。どうしてねえ姉ら、どうして。姉らは加えていたセドの片足を甲板に吐き捨てた。私に襲いかかった。セドの叫び声が静けさを破った。やめろ。セドって何歳ぐらいだったのかね。この時点でね、息子さんね。セドは姉らに対してやめろと叫んだのだろうか。ああ、なるほど。それとも私に対してだったのだろうか。風景が白い出たこのフェイント。風景が白い光に覆われた。よくあるパターンですね。気がつくと私は甲板に倒れていた。ゆっくりと目を開けてゆっくりと起き上がると、腰の剣が抜かれて鞘だけになっていることに気づいた。はっとして目をやると姉らが仰向けに倒れていた。その胸にはまるで棒葉のように私のでもこれ分かんないね。誰がやったのかね。姉ら。私は絶叫して姉らに駆け寄り体を揺さぶった。でも姉ら、あんたは目を閉ざされたまま決して開かれることはなかった。姉らね、姉ら。バックの絵は姉らのそのなんか羽っていうか毛なのかね。しっかりして起きてよ、ほら起きてよ、セド来て。姉らがセドの返事はない。やだ。激しい出血に気を失っていたんだ、あの子は。あんたもそうだったらよかったのに、姉ら。深い傷を負いながらそれでも命をつないでまた息を吹き返してくれればよかったのに。でも私の剣は見事に、そう悔しいほど見事にあんたの胸の急所をついていた。私はあんたの亡骸を呆然と見つめる。姉ら、誇り高き白い羽のなんとか族の最後の生き残り姉ら。教えてよ、一体何があったの。私は本当にあんたを殺したの。そこだよな。これも分かったもんじゃないよね。それによって少しはサラも救われるかも。ガンガラなんじゃないの。背後に人の気配を感じた。振り向くとガンガラが無表情で私を見つめていた。お前が殺した。本当かね。それはどうかな。静かに感情のない声で言う。私はたじろいでかぶりを振りながら言った。違う。声は揺れてかすれてしまう。ガンガラはゆっくりと言葉を私の耳にすり込むように続けた。お前が殺したんだ。違う、私じゃない、お前だ。違う、絶対に違う。ではその剣は何だ。私じゃない。なんだ、びっくりした。急に声の震えは全身に伝わっていく。私じゃない。私が姉らをこの手にかけるなんてありえない。そう信じたい思いを目の前の現実が粉々に打ち砕いていく。ガンガラは声を上げて笑った。勝ち誇り、そして蔑んだようにっていうのかな。ちょっとごめんなさい。なんだっけこれね。セス、お前がしたことは分かってるな。最愛のものを手にかけたんだお前は。これでまたお前は孤独の牢獄行きだ。なんでその言葉を知ってる。はあはあと笑う。これもあれかね、セスにヤンセンにやってたのと同じようなコンタクトみたいのさせてたからこれ知ってんのか。だって知るわけないじゃん、孤独の牢獄って言葉を。たまたま言ったのか知らないよ。はぁと笑う。死ぬことのできない私に死ぬことよりもずっとむごい罠を仕掛けた男は笑いながら甲板を立ち去っていく。私はその場にへたり込んだ。空を見上げ頬を涙で濡らした。血の涙が流れる。あれ、あいつ記憶を消さなくていいのかガンガラ。死ねない私はまた永遠の孤独の中に放り込まれてしまった。私の心はガンガラによって闇の中に囚われた。
私の記憶は闇の中に封印された。ああ、同国した。喉を引き裂がんばかりに叫び続けた。心が胸の奥にあるものならそれをえぐり出してしまいたかった。アネーラ、私を助けて。あれ、これはどういうことだ。この後に記憶を消したのか、あまりのショックにあれかな、このあの闇の中に封印されたっていう、そういうことになっちゃったのかな、あまりのショックのために。でもね、まだここではアネーラ、私を助けてって言ってるから、アネーラのことはまだ覚えてたんだろうけど、でもこのゲーム始まってさ、セスとこう出会って、でセスと旅続けてきたけど、まあ最初はこれアネーラ思い出してないわけだからね、多分ね。あのエンジンを見てというか船を見てね、思い出したわけだろうからね。倒れちゃったのか、大丈夫キャプテン。ああ、大丈夫、なんともない。何か夢を見ていたようだけど、見てないようだけど、私気絶してた。お前だけじゃない。戦場で光に、あれ、そんなことあったっけ。戦場で光に包まれた時、全員が気を失ったようだ。あの時もそうだったね。さっきの夢でもね、夢というか記憶でもね、船が桟橋に追突して停船したらしい。あれ、じゃあガンガラがいるの？だってそういうことでしょ、光って。どういうことなのかな。桟橋。おう、ようやくお目覚めかい。やっぱ海賊は戦場の方がよく眠れるってか、海賊は戦場の方がよく眠れるってか。うるさい。中はどうだ。大丈夫ですよ、皆さん。目を覚まされましたが、幸い大した怪我もないようですし、それにしても彼、ここは一体。その調査すべきところに来たのかな。座礁しちゃったのかな。お、来たのかな。エクスペリエントスタッフだってグランドスタッフみたいな感じで、随分な施設だね。グランドスタッフよりです。随分大きいね。確かにサマの人たち、こんなでかいものがあるなんて見てなかったのに。だってここまでね、たどり着けなかったんでしょ。ああ、怪しいね。こんな巨大施設を誰にも気づかれずに作るなんて、そう簡単にできるもんじゃない。そんな近いの、サマンから。まだまだ恐ろしいほど高まっていますが、おそらくここが海で感じた力の源。ああ、陰謀の匂いがするね。ちょいと調べてみようじゃねえか。だからこれグランドスタッフの時もそうだったけど、だからさっきの変ないたじゃん、ボス戦で。あれもその魔導力によって、なんか表現したっていうことなんでしょうね、多分ね。普通は襲ってこないみたいな感じなんでしょう、多分ね。分かんないけど。あ、動ける。どんな感じ。敵はいんのか。ちょっとなんかミニマップが薄くないか。あ、こういう感じ。なんかあるぞ。あ、向こうか。ちょっと待って。こっちになんか、ちょっと待って、どうやって行くんだ。あ、こっちになんかある。入る。サマンの商船。サマンの商船。あ、セーブポイントだ。調査数係のダミーロ。薬とかちゃんと持ってるか。いろんな島を積んできたから。あ、なるほど。お、どんな感じかな。あ、これ初めて見たじゃないか。同じかな、サマンと。あ、これは初めてだね。あ、初めてじゃないかな。初めてじゃないや。1個だけ買っといたんだ。あ、こ
この辺使うやついるな、毒とか。この辺ね使ってくるやついるな。さっきのやつでもだからこれとこれは使います、あれですからね、やられましたからね、毒っていうか猛毒ね。あ、これね。それからまあこんな感じとか。おこれはすごい、これはすごい、買っとこう。ちょっと待って、今までずっと拾えてたけど、ちょっと待って、セーブしてからやろう。でも今ことこれに限ってはことこれに限っては事前にこういうものもなかったから、後々出てくるのかは知りませんけど、買っとこうか。ああ、物理防御やっと出てきたんだ。魔法防御、これはすごい。今までこういうのなかったんだよね、魔法仏棒。魔法だけはキンキンっていうか動画でなんかアクセサリー拾いましたけど、仏棒はなかったね、確かね。ほっとしているダブで、ああ無事だったのか。目が覚めたら姿が見えないんで心配してたので、それにしてもこの施設はなんだ。あれ、さっきの船、あ、そっか、こいつら一緒に乗ってたんだ。おお、こんなとこにいるんだね。あ、そっか、どれもできないんだな、作ってないし。まあこれはちょっと後々。なるほど。あなたは休む。ちょっといいや。休んでさっきの部分聞いてもいいけど、あんたには話しかけられないんだね。さっきの夢ね、記憶。まあいいか。なるほど。ちょっともう一回セーブ取っとこうか。開ける。木の実じゃん。さっきの最初の方の動画で言ったけど、全部渡しちゃってるから1個だよね。1個ということね。さっきからセーブ取ってる時に言ってた多分カットしてると思うんで言葉が切れちゃってると思うんですが、ご勘弁を。ちょっとこれはどういう感じかな。こういう感じ。サマンの船長どうぜ。あんたが運転してくれてたのか。妙な波だな。こんな天気、この頃から海に出てた俺も初めてだ。あの施設も怪しいぜ、気をつけろよ。もし手強い敵にでも出くわしたら属性に気をつけて装備する任務を変えてみるのもいいんじゃないか。ゲーム的になってきたな。なるほど。もっとこの助言あんたらには余計な世話だったから。これね、最初にね、ウーラあそこで聞きましたね。改めてこと言ってくれてるね。この人で2人目かも。なかなか丁寧にやっぱ作られてるな。ちょっと待って、あの青いマーカーなんだよ。あの青いマーカー、あれ、ごめん、間違えた。ごめんなさい。そうか。なんだ、2階っていうかじゃなくて、ここのことね。休むね。この人に話しかけられないのかな。これは話しかけられんじゃん。未来版のザクレ、無事だったか少し休んでいけよ。この船の中はとりあえず化け物は出てこないぜ。なるほど。じゃあもう一回セーブカットかな。
さて軽くいってみようか。もうあんまり時間ないし相当録画しちゃってる。海南とか区が海上区がちょっと待って、もう敵いんの？ちょっと待って、トンズラ組んどこう。ちょっと待って、スキルね。こう裏で回ってこうかな、また。ここなら敵いないでしょ。さっきのね、これどうでもいいんだけど、これあってもなくてもいいんだけど、一応これつけてたのと、あとこれね、ダウンロードコンテンツのつけてたのと、これどうでもいいですよ、あってもなくても。これもあってもなくても関係ない。で、これね、これあったら何でもないです。ただ20にしたかったからっていうだけです。それから、これね、麻痺ね。で、これもどうでもいい。あってもなくてもいい。で、あとこれね。ワンタンだからいいんだけどね。これもどうでもいいということですね。で、この2人は使ってないということですね。あと、そのスロット3早速使って、麻痺6ね。どうやって見るんだ？こうやって見るのか。麻痺6ね。それから一応カウンター、そして精神安定。それからゼグランド使うにはこれが、レベル1の構成魔法でいいんだけどね。っていう感じね。それから、これも同じだね。これ、それからこれ、それからこれ。これで、これは別にレベル、3でも平気かな。ストーンだからね、レベル2でもいいかも。これはっていう感じね。で、これはね、っていう感じでした。そうか、トンズラメンバー変えればいいのか。ちょっと今戦わないので敵が出てきたとしても、これでトンズラ組んであったっけ？さっき組んであったな、見たら。さて軽くね、軽く似たような敵が出てくるのかな。水とかでこう土が効いたりするのかな。なんかあったぞ。こっち側に来なきゃダメか。おお、これは素晴らしい。さて、そう複雑なマップではないのかな。また行き止まり。ちょっとずつ。これか。サマンに来てから、サマンでももらえなかったっけ、今の。これで新しいとこなんだね。別にムービーやないか。動力クーラー。あとムービーか。あの野郎。どうしたのですか？ガンガラだよ。私らを罠にはめた裏切り者。本当だ。なんでこんなとこに。だからさっきのやっぱ光だったのかな。バレてないの？まさか1000年の夢じゃ。びっくりした。今に待ってろよみたいな感じだったのかなと。ちょっと遊んでやろうかね。逃げさせてもらいますけどね。そういう時ちょっとね、なかなか面白そうだったらまた今度言いますよ。こいつらとぜひ戦って
ね、なんか集めた方がいいとか、言ったりしてもいいですけどね、一通り、戦ってみますよ。ゲートパス、なんだゲートパスって。あれ、あのマーク貴重品だな。ちょっと待って、飛んで出しちゃう。ちょっと待って、今はまた今度ね。こういう感じかな。ちょっとここまでにしておきましょう。では今回もご視聴いただきありがとうございました。ちょっとこの辺回ってみます。収集物取りながら、では、今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。長くなっちゃったね。次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラティでした。じゃあね。